おはようございます。ケンです。今日のテスラの最新情報は、派手な大型発表というより、テスラオーナーや投資家が今知っておきたい現場レベルの変化が中心です。今回は大きく3つです。1つ目は、監視付きの FSD がリトアニアで展開開始されました。2つ目は FSD のバージョン 14.3.3 でドライバーの監視やグロック音声コマンド、介入回数カウンターなど新しい変化が出てきています。そして3つ目はカナダのモデル3プレミアム RWD で加速性能の表示が何度も変更され、購入者の間で不満が出ていることです。今日はこの3つをニュースとして整理しながら僕の視点で解説をしていきたいと思います。まず1つ目は監視付きの FSD のヨーロッパ展開です。テスラはリトアニアで FSD の監視付きこの展開を開始しました。これはオランダに続いてヨーロッパで2カ国目になります。ここで大事なのはリトアニアという市場の大きさではありません。ポイントはヨーロッパで FSD が実際に使える国が増え始めたということになります。これまでヨーロッパは規制がかなり厳しく、テスラの FSD の展開はなかなか進みにくい地域でした。その中でオランダに続いてリトアニアでも展開が始まったっていうのはテスラにとっては小さくない前進です。ただしここは誤解してはいけません。今回の FSD はあくまで監視付きの FSD です。つまり完全な無人運転ではなくてドライバーが常に監視する必要があります。ハンドルから手を離して車に全部任せるようなものではありません。とはいえ、投資家目線で見ると FSD がアメリカだけでなく欧州でも少しずつ広がり始めたということは重要です。テスラの自動運転技術が地域ごとの規制をクリアしながら実際の道路で使われる段階に入ってきているからです。次に2つ目は FSD のバージョン 14.3.3 のアップデートです。昨日の動画ではアクチュアルスマートサモンの高速化について紹介しました。ただ今回のアップデートにはそれ以外にも注目すべきポイントがあります。まずドライバー監視の警告頻度が減少したことです。これは FSD を日常的に使っている人にとってはかなり体感に関わる変更だと思います。FSD は便利な機能ではありますけれども、警告が多すぎると逆にストレスになります。安全のための警告はもちろん必要ではありますが、必要以上に頻繁だと使い心地が悪くなってしまう。今回の変更はテスラが FSD をより自然に使える方向へ調整しているように見えます。さらにグロックの音声コマンドも追加されています。これは車とのやり取りをより自然にするための機能として注目できます。これまで車の操作はタッチスクリーンや決まった音声コマンドが中心でした。でもグロックのような AI 音声機能が入ってくると将来的には車との会話がもっと自然になっていく可能性があります。そしてもう一つ、介入回数カウンターです。これは FSD がどれだけドライバーの介入なしに走れたか、これを可視化する機能です。個人的にはこれがかなり面白いと思っています。なぜなら FSD の進化を感覚ではなくって数字で見られるようになるからです。今日はほとんど介入しなかったこのルートではまだ介入が多い。こういったことが見えるようになるとオーナーにとっても FSD の成長を実感しやすくなります。ただし、ここでも注意点があります。警告が減ったからといって、ドライバーの責任が軽くなるわけではありません。監視付きの FSD である以上、最終的な責任はドライバーにあります。ここは冷静に見ておく必要があります。3つ目は、サンフランシスコのスーパーチャージャーに導入された静かな充電ゾーンです。テスラはサンフランシスコの一部のスーパーチャージャーで騒音対策として新しい通知機能を導入しました。EV なのに騒音って思うかもしれません。今回問題になっているのは車の走行音ではなくて深夜の充電中に発生する周囲への音です。例えば車内オーディオ、スピーカーフォンでの通話だったりオーナー同士の会話、ドアの開閉音、こういったことです。特に住宅近くのスーパーチャージャーでは深夜に複数台が集まることで近隣住民から苦情が出ていたようです。そこでテスラは車両のタッチスクリーンに音量を下げるよう促す通知を表示し、ワンタップで音量を下げられる機能まで追加しました。現地にはクイックチャージングゾーンという標識も設置されています。
このニュースは地味ですが、僕は結構テスラらしい動きだと思います。普通なら看板を立てて終わりかもしれません。でもテスラは車両側のソフトウェアと充電ステーション側の案内を組み合わせて対応しています。つまりスーパーチャージャーを単なる充電器としてだけではなくって、テスラのサービス体験の一部として管理しているわけです。オーナーにとっては小さな変化かもしれません。でもこういう細かい改善がテスラの使い勝手だったりブランドの体験につながっていくんじゃないかと思います。では最後に4つ目ですけれども、カナダのモデル3プレミアム RWD の加速性能表示についてです。カナダで販売されているモデル3プレミアム RWD について0から100キロの加速の表示が短期間で何度も変更されました。当初は 4.2 秒とされていましたが、その後 5.2 秒、さらに 6.2 秒へと変更されたと報じられています。これは購入者目線ではかなり大きな問題です。なぜならテスラを選ぶ理由の一つに加速性能があるからです。4.2 秒と 6.2 秒では受ける印象がかなり違います。もちろん最終的な仕様が正しく表示されていることは大事です。ただ、すでに注文した人からすると自分が見ていたスペックと違うと感じても不思議ではありません。テスラは仕様変更が早い会社です。それがいい方向に働くこともあります。でも価格、性能、保証内容のような購入判断に直結する部分についてはもう少し丁寧な説明が必要じゃないかと思います。これは購入検討者にとっても重要です。テスラを買うときには価格だけではなくて注文時の使用、納車時の使用、保証内容をしっかり確認する必要があります。はい、ではですね、今日の内容をまとめていきます。まず、監視付きの FST、これがリトアニアで展開開始となってヨーロッパで2カ国目に広がりました。次に FST のバージョン 14.3.3 ではドライバーの監視の警告頻度の減少、グロック音声コマンド、介入回数カウンターなど使い勝手に関わる変化、これが出ています。そしてスーパーチャージャーでは静かな充電ゾーンが導入され、テスラが充電体験まで細かく改善していることがわかります。一方でカナダのモデル3のプレミアム RWD では加速性能表示の変更をめぐって購入者の不満も出ています。今日のテスラは派手な発表はありませんでした。でも FSD、充電体験、車両スペックというオーナーにとってかなり身近な部分で動きがありました。投資家にとってもこうした現場レベルでの変化を見ることでテスラが今どこを改善し、どこに課題を抱えているのかっていうのが見えてくるんじゃないかなと思います。はい、ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は上昇して410ドルを突破し、現在414ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。お知らせがあります。6月6日土曜日に名古屋にあるテスラの中古車販売、カスタムを手掛けるガレージ X さんに訪問することになりました。ぜひテスラのカスタムだったり中古の販売、ラッピングなどに興味がある方は一緒にいかがですか？僕の方も朝一で名古屋に向かいまして、多分到着が11時ぐらいになりそうなので、11時ぐらいからお昼過ぎぐらいまでガレージ X さんのカスタムなどをいろいろと見学したいと思っています。一緒に行ってみたいと思われる方は僕の LINE の方から参加希望という感じでお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。